皆さんこんにちは。お城へようこそ。本日巡るお城は愛知県名古屋市にある古渡城跡です。愛知県名古屋市は日本の三大都市圏の一つを形成する中部地方最大の都市です。早速行ってみましょう。古渡城の築城者は織田信長の父である織田信秀です。信秀はそれまで異常としていた名古屋城を嫡男の吉報し、後の信長に譲り、自らの新たな本拠地として古渡城を築きました。築城時期は複数説がありますが、天文3年から天文15年、1534年から1546年頃と考えられています。織田信秀は息子の織田信長に名古屋城を与えて、この城を築城しました。名古屋城は今川氏から奪取したお城ですが、基準となる名古屋城を奪取した時期に複数説があることから、古渡城に築城時期も複数説あるようです。信秀がその後に末盛城へ拠点を移すまでの約14年間、古渡城を拠点としました。織田信秀が古渡城を拠点とした時期、おおむね1534年頃から1548年までの織田家の動向は、勢力拡大の最盛期であり、時代の信長が表舞台に登場する重要な準備期間でもありました。例えば信秀は今川氏から奪った名古屋城を嫡男の信長に譲り、自らは南方の熱田を睨む位置に古渡城を築いて移転しました。これにより親子は別々の城に住む二元体制を取り、信長は若くして城主として独立しました。古渡城への移転の最大の目的は、伊勢湾貿易の要衝である熱田港の掌握でした。信秀はすでに掌握していた対馬港に加えて、熱田の富を手に入れ、その圧倒的な経済力を背景に、代理の修理費4000関門や伊勢神宮への献金など、朝廷や幕府への積極的な工作を行い、備後守や三河守といった官位を得て価格を高めました。この時期、信長は人生の節目を古渡城とともに歩みました。信長の元服、1546年の出来事です。13歳の信長は父の異常、古渡城へ赴き、盛大な儀式を得て、織田三郎信長と名乗りました。さらに1547年、信長は初陣します。信長は三河の吉良大浜へ出陣しました。この際、名古屋から古渡城に立ち寄り、父信秀の激励を受けたと考えられています。信秀は尾張の虎として、北の斎藤道三と東の今川氏松平氏との間で激しい抗争を繰り広げました。美濃戦線を見ていきます。1544年の加納口の戦いでは、信秀は道三に大敗を喫しましたが、その後も美濃への侵攻を続けました。そして三河戦線、安昌城を攻略して西三河へ進出しましたが、今川氏の反撃を受け次第に劣勢となりました。1548年、信秀が美濃へ出陣して不在の隙を狙い、清須の守護大勢力である酒井大善らが古渡城を吸収しました。城下は焼かれたものの落城は免れましたが、信秀はこの事件や東方今川松平への備えを強化するため、より強固な末盛城を築いて移転を決めました。これにより古渡城はわずか14年ほどでその役割を終え廃城となりました。余談です。古渡城で織田信長は元服式を行いました。信長は三郎を名乗ります。織田信秀が嫡男信長の元服式において三郎と名乗らせた背景には、単なる三男という事実だけでなく、
正当な後継者としての地位を内外に公言するという強い政治的、戦略的な意図がありました。父、信秀自身の通称も三郎でした。戦国時代の武家において、父と同じ通称を名乗らせることは、その子が一家の正当な跡取りであることの証明でもありました。信長は信秀の三男でしたが、上の兄二人、信弘、信時は側室の子であったため、正室ドタ御前の子である信長が織田團十中の家の嫡男とされていました。天文15年1546年、信秀の異常であった古渡城で行われた元服式は、清朝後期に並々ならぬ豪華さであったと記されるほど盛大なものでした。儀式には、林佐渡守、秀貞、平手正秀、青山与沢右衛門、内藤勝助といった家中の最高幹部たちが付き添いました。当時すでに大うつけとして評判が悪かった信長に対し、これほど豪華な儀式と父と同じのを与えたことは、家臣団や周辺勢力に対して信長こそが時代の当主であり、その地位は不動であることを強力に誇示するパフォーマンスでもありました。二元体制を確立させました。信長はこの時すでに名古屋城を与えられていましたが、儀式はわざわざ父のいる古渡城に赴いて行われました。また当時絶頂期にあった信秀が自身の新たな戦略拠点である古渡城に多数の人々を参列させて指揮を執り行ったことは、壇上の中野家の未来を信長に託すという公式な後継者指名の場としての役割を果たしていました。このように信長が三郎と名乗ったことは単なる名付けではなく、父信秀による強力な権威づけと家督継承の断行を象徴する出来事であったと言えます。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは滋賀県にある神坂城です。ご期待ください。